皆さん、こんにちは。今日は BT コスメティックスの BTS コラボのメイクを使ってメイクしていきたいと思います。乾燥している時期には下地なしの方がメイクの持ちが良く、早速ファンデから始めていきます。こちらのファンデはパワーデーションといって、初めは滑らかですが、乾いていくうちに少しマットになっていきます。スポイト式になっていて、出しすぎる心配がなく便利なパケだなと思いました。今回はスティッピングブラシを使ってお肌とファンデを磨いていくように円を描きながらなじませていきます。最終的には少し変な言い方なんだけど、お人形さんみたいにシリコンっぽい、ツヤすぎずマットすぎずに仕上げてくれて、乾燥肌の方はパウダーもいらないと思います。目の下のコンシーラーはいつも通り、ザ・セムのブライトニングのピンクトーンのコンシーラーを乗せて、同じブラシでなじませていきます。BT のアイブロウペンシルはハリーポッターの杖みたいでかっこいい。やっぱり片側にスプリーがついていないと不便なので、こちらは硬すぎないブラシがついていて良かったです。韓国といえばやっぱりまっすぐの眉毛というイメージが強いので、あまり埋めすぎて濃くならない程度でまっすぐなアーチを描いていきます。僕の眉毛は結構濃い方なので、長さを足すために眉尻に集中して描いていきます。眉頭は何度もスプリーを使ってなじませていくとどんどん自然にしてくれます。ノーズシャドウはずっと愛用しているキャンメイクのものを使います。ハイライトはあんまりだけど、シェーディングの方は色も発色もちょうどよく、つけすぎる心配もなくとても使いやすいです。結構くっきりノーズシャドウを乗せてあげることによって、メイク全体に力強さが増されます。僕の目はお肌と同じで結構敏感なので、クリーミーなアイライナーしか使えないのですが、こちらのものはエアリーに何も感じない程度でスルスル描けます。まずは簡単に下まぶたのラインに沿って結構大きめのアイライナーを引きます。そして、じゃじゃーん、キヨプター、チンチャチンチャ。可愛いだけでなくアジア人に似合う色ばかりでいい感じです。ただ、ラメ感があるハイライトと、もっと濃い色が一色ずつブラシの代わりに入っていればなと思いました。アイライナーが乾いて動かなくなってしまう前にペンシルブラシにマットの茶色を取り、アイライナーとアイシャドウ両方ぼかしていってスモーキーにしていきます。目尻に一番奥行きを出していきたいので、一番濃い色を取って重ね塗りしていきます。中指にアイホール用のラメの色を取り、指の熱を使いながら押し込んでいきます。そして目を大きく見せるために目頭にハイライトの色をのせます。アイライナーは簡単にかけて全く落ちないクリオのリキッドを使います。目頭の方はできるだけ細く、目尻は結構ドラマチックにするために太くします。先ほどと同じペンシルを取り、粘膜に入れて目の輪郭をくっきりさせます。ここもペンシルが乾いてしまう前に濃い色を取りぼかしていきます。ついでにアイメイクも濃くしたいなと思ったらここでしてください。このコレクションの中で一番のお気に入りがこちらのグリッターアイライナー。発色もつきもよくめちゃくちゃ使いやすいです。通常に1本の線を描くのではなく、5つの点をちょんちょんちょんと乗せていきます。ガーリーなテイストがとてもダイヤモンドな感じで可愛いと思います。僕のまつげはお見事にまっすぐに下に生えているので、ビューラーは必ず使います。下まつげはアメリカのダイソーで購入したものなんですけれども、かなり気に入って使っています。前の方は切ってしまい、後ろだけ使います。つけ目をつける前にマスカラを軽くします。つけまのパワーマジでやばいね。チークのクッションもめっちゃ可愛い。初めて見た時は色にってびっくりしましたが、やっぱり韓国のものなので発色がちょうどよく、すごいオレンジなのに実際お肌と一緒になった時かなり自然な色になりました。乾燥している時期には本当にパウダーは避けたいので、こういう時にはとてもパウダーを使わずに済むので嬉しいです。もう何回可愛いと言えばいいのかわかりませんが、こちらも本当に可愛い。かなり自然なハイライトスティックになっています。僕はあんまりギラギラしたハイライトは好みではないので、個人的にはちょうどいい感じです。でももっと欲しいなと思う方は、これを乗せた後にパウダーハイライトを上に乗せてあげると何倍も軽くなりますよ。今回はブロンジングとシェーディング両方同時にします。それにお気に入りなのがおニューのカイリーのブロンザーになります。ちょうどいい感触なので骨格をきれいに見せてくれます。
今回は柔らかくしていきたいので、大きめのブラシに取り、顔の輪郭に沿って乗せていきます。そして最後にリップ。こちらのものはホイップクリームやムースな感じで、唇に乗せた時にとろける感じです。唇の中央にちょんちょんちょんと乗せてぼかしていきます。そして香りも甘いお菓子の香りがしてたまらんです。そして一番びっくりしたのがこれ、ピルみたいな形が可愛い。また言っちゃった。はじめはなんじゃこれと思ったんだけど、軽く触れるだけでラメがもうすごいキラキラ、グロスをつけたかのような効果を出してくれます。という感じで今日のメイクはこんな感じに仕上がりました。VTS コズメティックさんもメイクをご提供いただき感謝しています。そして今日も皆さんどうもご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会おうね。バイバーイ。